Be your leader. In your power, be divine. Oh yeah. When your people build your vision, let your teaching be on high. Give your power, be your leader, in your spirit.皆さんこんにちは、ミクです。今日は5月5日子どもの日ですね。皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。私は昨日5月4日に誕生日を迎えて35歳になりました。わーい。 YouTube を始めたのが29歳の3月ぐらいかな。そこから約6年ぐらい経ってついに35歳を迎えたというね動画を撮ることになりました。月日の流れは本当にあっという間ですね。いつの間にか35歳になってしまって、実際の年齢と自分の精神年齢が追いついてない気がするんですけれども、40代に向けてここからまた5年間楽しみながら進んでいきたいなと思っています。で、昨日の誕生日は彼と一緒に過ごして、昼間にねプラダを着た悪魔2を見て、そして、夜ディナーをしました。すごい楽しいね誕生日を過ごすことができたし、インスタグラムや YouTube のコメントでたくさんの方からお祝いのメッセージをいただきまして、本当にありがとうございます。とっても嬉しかったです。はい。で今日は子どもの日なので端午の節句ということで、かしわ餅を作っていきたいと思います。かしわ餅を作りながらちょっとねお話もしていきたいなと思うんですけれども、一旦自分の誕生日ということは置いといて、プラダを着た悪魔2が本
当に良かったんですよ。もうね、このゴールデンウィーク中に見に行かれた方もたくさんいるんじゃないかと思うんですけど、よくね2は1を超えられないって言うじゃないですか。その映画に思い入れがあればあるほど2が出た時になんかちょっと自分の期待とは違ったみたいな感じでがっかりすることって多いと思うんですけど、ことねプラダを着た悪魔2に関しては期待以上でした。本当に期待を超えてきたというか、2があるからこそ1が成立するし、もう本当にこれはセットで何回も何回も見返していくそんな映画になるだろうななんて思ったんですけど、プラダを着た悪魔を初めて見た時って私20年前なんで中学生ぐらいだったと思うんですよ。でその時はなんかまだその社会人になるには程遠かったし、ちょっと夢物語みたいな感じで、大人になったらこういう世界線があるんだみたいな、アンディみたいに私も知らない世界に飛び込んでどんどん自分のキャリアを積み上げていってみたいな華々しさみたいなのを感じられるんだろうなみたいな感じで見ていたんですよね。でそこからプラダを着た悪魔を本当何回も何回もDVD で見て、で特に社会人になりたての時とかは本当に辛い時とかプラダを着た悪魔を見てモチベーション上げたりねしていたんですよ。本当に私のこの20年をね支えてくれたと言っても過言ではないくらい、そんなね大事な映画だったんですよ。で皆さんも結構そうだと思うんですけど、プラダを着た悪魔2への思い入れってみんなめっちゃあるじゃないですか。で20年経って2が公開されるってなって、気づいたら自分は30代の半ばになってて、新社会人時の仕事をどんどん吸収していって上に上り詰めていくぞみたいなのも経験したし、そこからまた新たに自分の可能性を見つけて模索した時期もあるし、その間に結婚もしたし住む場所も何回も変えたし、本当にいろんなことがあったんですよこの20年。その20年の間に得たものって本当にたくさんあるけど、それと同時に手放したものもたくさんあって、でもその渦中にいるとなんかそういうことってあんまり感じられないというか、毎日がいっぱいいっぱいなので、自分が何を得て何を手放したかっていうのってそんなにこう一個一個さしっかりと数えてはなかったんですよ。でもこのプラダを着た悪魔2を見て、その20年の月日を改めて実感して、本当にアンディとかミランダとかもう役者陣が全然見た目が変わってなくて、もう20年経ったとは本当に最初は思えなかったんだけど、でもやっぱりそのストーリーがねちゃんと20年経ってるっていうのを感じさせてくれるんですよ。なんかこうすごく現実だった。本当に1を見ていた時はまだ自分の人生がこれからっていう時だったから、これからの自分の人生を選択するために何を手放すかみたいなののなんていうか参考になったというか指針になった、そんなね感じだったんだけど、もう2を見た時に彼らの葛藤が本当にすごく共感できる身近なものだったんですよ。自分もなんか今後どうなるかわからない未来の中である程度のところまでやってきて、でそこに正解もなければ完璧にできたこともないんだけど、でもそれでも本当に毎日毎日今目の前の自分ができることをやってきたっていう自負はあって、でここから先も自分がやってることって例えばこういう YouTube 活動とかもう本当にどうなるかわからないけど、わからない未来を受け入れながら進まなきゃいけないんですよね、時に人は。そういうのをちゃんと理解して受け止められる、そういう自分になれたんだなみたいなっていうのをすごく感じれて、本当にねこれから見る方がねたくさんいらっしゃると思うから、本当ネタバレできないのでもうなんかふわっとしたことしか言えないんですけど、もう本当にね後半はねずっとね静かに泣いてましたなんか本当にここまでの20年の自分の歩みっていうのを本当一旦肯定できたんですよね。なんか間違ってはいないと思うみたいなことを感じられて、ずっと不安だったしどこに行くんだろうみたいな、これで合ってるのかなとか本当迷いながらいろんなものを選択してきて、それと同時に失ったものもたくさんあって、でその失ったものを後悔しないようにがむしゃらに前を向いてやってきたその20年の自分に本当になんかこうよくやったねって思って本当に泣いちゃった。本当にいい映画だった。なんかいろいろさスレッズとか X とか見ると賛否があるんだけど、私はもう本当にすごく好きだったし、2がこういう話でよかった。ちょっと曖昧さを残すみたいな、でもそれが人生だよなって感じたから
この20年で。これからどうなるかわからない未来にまた進んでいける、そんな映画でした。てかなんかそんなプラダを着た悪魔2を35歳の誕生日の日に見れたっていうのが感慨深いし、もう本当いろんな意味でもエモくなっちゃって感情が爆発したんですけど、いやなんかこっから先もさまだまだ長いじゃないですか、人生って。去年私一つ山を登った気がするみたいな、また新しい山を見つけたいって今年の初めの方にさラジオとかで話してたと思うんだけど、ちょっと前の自分だったらね、一個やりきったなと思ったら自分のキャリアをね全部その場で捨てて全く新しい道とかにね進んでいたと思うんですけど、まあなんていうか今はそういう感じではなくて、今持ってるものも大切にしながら新たな基盤みたいなのを作りたいなと思って、それは仕事の幅だったり、あとは住む場所を変えるとかいろいろあるんですけど、またやっぱりここからね5年かけて自分自身のライフステージっていうのは変わっていくんじゃないかなっていう、そんなね兆しがあります。もうすぐフィンランドのジンも発売されるし、これまでの YouTube の活動、そういうものはね引き続き大切にしながら、そこから新たに創作活動っていうのをプラスしていければいいななんて思ってます。はい、30歳になるちょっと前から YouTube を始めて、気づいたらもう35歳になっちゃいましたが、ここからもねまた YouTube ね頑張っていきたいなと思いますので、これからも私のチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。はい、ではかしわ餅の生地が完成したので、少し生地休ませてからあんを包んで蒸していきたいと思います。If the world stopped turning tomorrow, if it all fell into the sea, I'd let it sink to the bottom, 'cause I only care about one thing, you know. None of it matters as much as you matter to me. No, none of it matters as much as you matter to me. If everything changed, I'd say the same. Through any heartbreak, my love will remain. If the world stopped turning tomorrow, if it all fell into the sea, I'd let it sink to the bottom, 'cause I only care about one thing, you know. No, none of it matters as much as you matter to me. No, none of it matters as much as you matter to me.親みたいってどういうこと？こういうことか。あー、色が違う。全然違う色。でしょ？難しいね。どれぐらいでこうやって垂らすじゃん。そんな。そしたらこれでこうやって色つけて。あー、そうすごい。あ、いいかも。めっちゃ青い。ね。もっと両手使って。そう。まずはじゃあこの丸をして赤を黄色の上に置きます。赤をこっちにつけて。そういうことがいいんですけど、この親指でちょっと練り切りをグイってあげる。こうそう。
ごい。あ、ちょっと私もうまくこれもいいかも。これですか。はい、これでルーが完成です。どれもいい。はい。はい、そしたら考案してください。コンタクト。今日はセブンティープラス。京都のお茶屋さんでお茶会じゃん。あー、いい色。綺麗綺麗。そう、色いい感じかも。すごいでしょ。舌触りもちゃんとね。美味しくない？うちらが作ったんだよ。梅煮の子大成功。めっちゃ美味しくない？めっちゃ美味しい。どこに泊まるんだろうね。こうして。ああ、そうなの。ありがとう。じゃあ、あれだね。おはようございます。今日は朝早く起きて、これからねちょっと外に出て今週の最近土曜ラジオで開催するケーキワングランプリのケーキを買いに行きます。今回は都内で買えるケーキワングランプリということで、たくさんのご応募いただきました。本当にありがとうございます。でそれを、うちの彼が集計して2人で手分けしてねちょっと買いに行きます。ケーキなので朝に買って当日に食べながらラジオを撮りたいということで、開店時間に合わせてこれから出かけるんですけど、私は目白とか吉祥寺、あとは中目黒とかその辺を回っていきたいと思います。で今日はオールブラックコーデにしました。ちょっと今日暑いかもしれないからこの格好もしかしたらミスかもしれないんだけど、薄手の黒のニット、こちらオーラリのものなんですけど、これにいつも入ってるヤヌークの黒デニムって感じでオールブラックコーデにしました。でカバンはこちらこれから発売する予定のヒンクヌンクのレザートートバッグの黒を持っていきます。全部ね黒にしたくてこちらのカラーのバッグを持っていこうと思います。このね黒のレザーバッグは中はロイヤルブルーですね。素敵な配色になってるかなと思います。でこのレザートートバッグ黒はちょっとクールな感じにしたくって、この辺の金具の部分とかはねシルバーにしてるんです。なのでよりクールな感じでもしかしたらメンズの方もね持っていただけるかなと思います。たまにねメンズでも持てますかってコメントいただくんですけど、このショルダーの長さ的にも大きさ的にもこういうデザインがお好きであればメンズの方も持っていただけると思います。私の彼にも持ってもらったんですけど全然ね持ってたので、こちらブラックはメンズにもおすすめのカラーになってます。あとはやっぱりね仕事用にもとっても便利なカラーだと思ってて、私は最近ね打ち合わせとかに行くときは必ずこの黒のレザーバッグにしてます。あとこういうね私服でもオールブラックコーデとか白 T にデニムとかそういうのにもねすごく合うと思います。で今日はオールブラックでこの金具部分もねシルバーということなので、久しぶりに5つ目のねこのティファニーのハートのねネックレスつけました。これをつけるとすごくシンプルな格好でもねおしゃれ感が出るので気に入ってます。ではそれではケーキを買いに行ってきます。It can only get better. It can only get better. This is only a measure. It can only get better. It can only get better. And this is only a measure.
始まりました。最近どうラジオ第65回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ハッピーバースデー。ありがとうございます。5月4日で35歳になりました。皆さん今後ともどうぞよろしくお願いします。このラジオは私がこのうちにアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けする、そんなラジオとなっています。今週は最近同様的都内で買えるケーキワングランプリを開催したいと思います。はい。イエーイ。私が誕生日ウィークということで、美味しいケーキが食べたいとわがままを言い、都内で買えるケーキを皆さんに募集したところ、なんと166ケーキのエントリーがありました。すごい、皆さんありがとうございます。たくさんの美味しいケーキを皆さんから教えていただいて、今日私たちは午前中に2人で手分けしてケーキを買い集めてきました。今回は一番大変でした。大変だったね。ネットで買うわけじゃなかったからね。そうね、あとやっぱ溶けるっていうのと、あ、そうだね。あと今日なぜかめっちゃ暑くて、あ、そうね。途中でダイソーに行って、保冷バッグ買って、そこにいっぱい詰め込んでやってきました。そして今日がね、ゴールデンウィーク明けというところで、結構個人店さんはお休み、ね、臨時休業みたいなのもあったりとかして、なのででもできる限り買える範囲で皆さんからいただいたおすすめのケーキ買ってきました。はい、全部で8ケーキご用意いたしました。楽しみ。いろんな種類あるね。ちょっとこれで取ってみようか。はい、はい、すごい、こんな感じで8種類のケーキ、ショートケーキからプチシューが乗ったもの、そしてレアチーズ、モンブラン、メロンが乗ってるものとか、あとミルクレープ、これもレアチーズかな。モンブランですね。あ、モンブラン、はい、はい、以上8種類のケーキを比べていきたいと思います。はい、はい、ではちょっとね、溶けちゃうからサクサクと食べていこうと思います。都内ケーキワングランプリエントリーナンバー1、赤坂見附西洋菓子白田へレアチーズケーキです。これはたくさんのコウヨトリさんからのコメントがあって、白田へさんのレアチーズケーキは絶品です。職場の近くなのでたまに休憩中に買いに行って疲れた脳を癒していました。チーズなのに爽やかなあっさりとした後味でぜひ食べてみてほしいです。白田へのレアチーズケーキはクリームチーズ、レモン、お砂糖のバランスが絶妙です。レトロな感じとサイズ感が素晴らしいです。可愛い小さなレアチーズだね。これ20年ほど前に食べたってことは相当老舗っぽかったよね。赤坂見附のね、商店街っていうのかな、商店街の中にあって、僕がいた時も行列できてて、あ、嘘。なんか2階かなんかがイートインになってるのかな。はいはい。でなんか多分海外でも結構知られてるっぽくて、インバウンドのお客さんがたくさんいたんだけど、まあ1階でテイクアウトもできて、割とすんなり買えたかな。イートインがちょっと並ぶって感じなのかな。ミニサイズだったんで、2個買いました。あ、これが通常のサイズ感ってことなんだよね。あとなんか切られてない、棒状のやつね、もありました。レアチーズケーキ大好き。結構見た目はすごいシンプルだね。下のこの土台の部分、サクサクとしたクッキー生地みたいなものと、その上にレアチーズ、そして上にピスタチオがポツンと一つ乗ってます。コウヨトリネームどんちゃんさんから、今まで食べたチーズケーキの中で一番美味しかったですだって。私の周りでもレアチーズケーキは白田さんが一番好きという人ばかりです。美味しそう。うまっ。俺ちなみにね、ケーキの中でレアチーズが一番好き。そうだよね。美味しい。確かにこのレモンの酸味なのかな、結構さっぱり食べれて。ほんとそう、口当たりはほんと滑らかだね。濃厚だけど、美味しい。結構さ、小さいけどさ、このサイズですごい満足感感じられるさ、レモンだな。美味しいね。この下のサクサクのクッキー、生地みたいなのが甘くて美味しい。美味しいね。チーズ自体は結構ほんとさっぱり系。この下のクッキーが甘いバターの香りもして。そうねそうね、この滑らかさっていうか、もったりしながら滑らかな感じってさ、なんかなかなかやっぱ家じゃ再現できないというかさ。美味しい。コウヨトリネームメキさん、実はシュークリームも美味しい。コウヨトリネームケイトモさんも、レアチーズが有名ですがシュークリーム食べた時に美味しいとなりました。確かにね、なんかここほんといろんなケーキ置いてあって、
なんか結構みんなバラバラの食べてた。あ、そうなんだ。レアチーズを買うってわけじゃなくても、全体的にここの作るそのケーキとかが美味しいんだね。なんか多分もちろんこのレアチーズケーキが一番メインで置いてあったけど、それ以外にも前のお客さんも違うやつ頼んでたし。めっちゃ美味しいね。美味しいね。これからうちらこんなに食べるのに、食べきっちゃっていいのかな。一口だけ残しとこうかな。残しとこう。なんかね、白鯛のチーズケーキはやっぱ有名っぽくて、昨日のんちゃんと愛ちゃんにも会ったんだけど、知ってた2人と。だからさ、今回さ全部にさ、まあ有名なのでご存知かもしれませんが全部についてるんやけど、俺ほぼ知らなかったから私も何も知らない。みんなそんなケーキ詳しいっていうぐらい。みんな美味しいものに本当詳しいのよ、これもさみんな知ってるんだと思う、結構、でも私はいつも冒険しないで、キハチのショートケーキばっかり食べてたから、今回冒険だよね、いや美味しい。白鯛のレアチーズケーキ、これはなんか日常のちょっとした自分へのご褒美とかにも食べたくなる、そんなチーズケーキだね。ね、美味しい。甘さ控えめなんで、結構苦手な男性とかね、もう結構ね一緒に食べようって言われたらこれはそうだね、なかなかいいんじゃないですか。コーヒーとかにも合いそう、でレモンの酸味が本当に効いてて夏にぴったりって感じ、ケーキでした、なんかなんならワインとか飲めそう。あ、確かにね、本当そうだね。じゃあ次行こうか。エントリーナンバー2、中目黒クリオロガイアです。中目黒って書いてあるんですけど、本店自体は練馬にあるみたいです。で支店として中目と麻布かな、にもありますということでした。あ、そうなんだ、はい、で中目黒店で買ってきたんですけど、駅前にあっていつも気になってたケーキ屋さんですね、紅葉取りネーム青ママさんから、ケーキワングランプリということで、おすすめは練馬区にあるクリオロのガイアというケーキです。こちらのパティスリーは本当にどれを食べても美味しいのですが、定番のガイアが特に美味しいです。世界大会で優勝しているケーキで、バニラムースにキャラメルクリーム、ナッツ生地やスポンジが重なり食感を楽しめるケーキです。フランス人パティシエの作る美味しいケーキ、ぜひ食べてみてくださいということです。他にも焼き菓子とかパン、チョコ、お酒、コーヒー豆なども販売してるそうで、ケーキはもうどれも美味しい。夫と自分の誕生日、クリスマスご褒美には絶対にクリオロのケーキを買うほど大好きとおっしゃっている紅葉取りネームちえさんもいらっしゃいますね。キャラメルとナッツの風味がコーヒーにぴったりって言ってる紅葉取りネームバンチャオさん。コーヒーとペアリングでも OK ね、バニラムースにキャラメルクリーム、美味しそう。柔らかい。おお、私こういうムース系のケーキ大好き。うわー、いいね、美味しそう。美味しい。うまっこれはコーヒーですね。美味しい。うわ、このキャラメルソースは効いてて、真ん中のところにも固めのキャラメルの、なんていうの、ガナッシュっていうのかな、があって、その上のソースとのその食感の違い、コーヒークリームをその甘さでこう挟んでて、ナッツあんたたどり着いてない。たどり着いた。これか、これがナッツ。美味しい。これはさ、すっごいイケメンな味がする。わかる？なんかさ、あなたわかるかな、あつ森にさ、ジュンっていうイケメンのリスいるの知ってる？知らんイケメンのリスの家にありそうな、なんかそういう。これね、モテ男がねわかる出してくる味やね。わかる。すごいな、色気を感じる。わかる。美味しいね。これさ、男性すごい好きなんじゃない？だからコーヒー好きの人とかはいいかもね。甘すぎないよね。そうね、確かに。あとね、軽いんだよ。とにかく軽い。この一番下のナッツの土台がザクザクしてて、ほろ苦くて美味しいね。なんでみんなこんな美味しいのいっぱい知ってるの？食べていいこれ。美味しい。これはケーキ界の貴公子ですね。美味しい。モテ男だね。モテ男だね。楽しいね。クリオロのチョコレートケーキも美味しいんだね。紅葉取りネームいちごさん、私は一生誕生日にクリオロのチョコレートケーキは食べたいと思ってます。それほど美味しいです。でも確かに買いに行った時に、ガイア以外も本当美味しそうなケーキいっぱい並んでた。何の世界大会で優勝してんだよね。世界パティスリー2009で優勝したのがニルバナっていうチョコレートケーキ。多分このことを言ってんのかな、いちごさんは。で世界大会で最高技術を認められたガイア。オンラインショップでも買えるんだ、このガイア。
うわ、クリオロのサントス選手やっぱイケメン、やっぱイケメンだね色気があってやっぱちゃんと確かに本当色っぽい味するよね。色っぽい味するね、本当にこれはちょっとモテたい人は差し入れにぜひ。本当だよね。いいんじゃないですか。おしゃれってなる、えってなるね。特にコーヒー好きの人への差し入れとかね、最高にいいと思うわ。じゃあ次いっちゃう？エントリーナンバー3番、自由が丘モンブランのモンブランです。これはコウヨットリネーム記載なしさんから、自由が丘のモンブランのモンブランも最高ということで、これはなんか本当は他のモンブランを買いに行ったんだけど定休日で買えずに、他にもモンブラン候補があったので買ってきました。なんか私写真撮ってきたんだけど、これはね、1933年このモンブランというお店が日本で初めてモンブランを作ったそうです。創業以来いつの時代も磨き続ける代表商品、愛媛県産栗を使用ということで、モンブラン発祥のお店らしいよ。そうなんだ。そう。ね、これなんかさ、シフォンケーキみたいになってない？そうなの、不思議だよね、すごいここまで賑わってました。大きな店舗で面白い。どう食べたらいいのこれって。真ん中に栗があるっぽいんだよね。切ってみてもいい？ナイフで。上メレンゲなんだ。おお、栗入ってるね。あ、なんかこのマフィン生地みたいな中にもカスタードみたいなの入ってるね。カスタードと多分栗が入ってる。すごい面白い。いただきます。美味しい。素朴なね、甘さだね。そうね。やっぱさ、モンブラン発祥だからさ、当時のレシピのままずっとさ貫いてるじゃん。これが確かに始まりなんだっていう、そういうさ原点を感じられる味がする。俺ね、モンブランをね好きで選ばない人なんだよね。あんま食べないんだ。でもどう？軽い。めっちゃ軽いよね。でも栗感が強いかって言われたらなんかそういうわけではないよね。いや、栗はねちゃんと栗で、その栗の部分だけ食べてみ。中にクリームがいっぱい入ってるから、クリーム感強くなるけどちゃんと栗だよ。本当だね。この上のメレンゲの食感と甘さも美味しい。あとこの下のスポンジ生地の中にもちゃんとカスタードクリームと栗が入ってるのがいいね。美味しい。口甘くなってきた。私たち味噌汁とあとポテチ用意してます。なんかね、自由が丘いっぱいあったんだよね。他にもおすすめが。だって自由が丘ってスイーツ激戦区だもんね。スイーツの街って言われてるもん。他にもあったんだ。いっぱいあったよ。買ってくればよかったの。多分ね、エリアで言うとね一番多かったんじゃないかな、自由が丘。本当？多分ね、自由が丘に住んでる人からしたらもっとあるよってお前モンブランはもう一旦定番だよみたいな。あとね、パリ・セベイユさんとか、これは学芸大か、マッターホーンさんとか、パリ・セベイユさんが一番多かったかな。嘘。何売ってたそこで？ムッシュ・アルノーっていう。ムッシュアルノ。あとモンサンクレールさんもいっぱいあった。聞いたことある。モンサンクレール。美味しい。でもさ、今回モンブラン多くなかった？あなたがモンブラン好きって言ったどっかで。いや、言ってないよ。世の中美味しいモンブランいっぱいあるんだろうね、きっと。あとね、あんたがこの前さ、なんかレモン紹介してたでしょ、レモン好きってレモンケーキとかレモンタルトとかめっちゃ来てたないね。でも今回レモンタルトあったけど、かぶりは少なかったのかな。いや、美味しい。結構このモンブランは大きさがあるけど、すごい軽くパクッと食べれちゃうね。クリームのも甘さ控えめで全体的なバランスがとっても良かったです。はい、どんどんいきたいと思います。エントリーナンバー4番、人形町のシュークリーロッシュです。コウヨットリネーム中粒納豆大好きさんから、シュークリームのお店ですが、ここのロッシュが美味しすぎます。一口サイズのシュークリームがツリーみたいにたくさん重なっています。いつか一人で食べることを夢見てます。ケーキっぽさがあるので候補に出しちゃいました他にもコウヨットリネーム喜びさんから、プチシュータワーケーキは可愛くてテンションも上がるしおすすめです。ここのシュークリームも絶品です。販売時間が1日3回と決まっており、行列もできるのでなかなか買うのが困難なのですが、ごまをまぶした皮がザクザク食感で最高です。ごま？いや、シュークリームがってね、1日3回ね。なるほどね。俺が行った時も店内誰もいないのに行列できてて、どういうことと思って見たら、その焼き上がりのシュークリーム待ち。
でこれはロッシュっていう商品で、普通のシュークリーム自体はもっと大きいんだけど、このプチシューをこうやって重ねた一人用ケーキかわいいが販売されてて、これはねすんなり買いました。あ、そうなんだ、シュークリーム単体は焼きたてじゃないと多分なくなっちゃうんだよ。だからみんな焼き上がりを待ってる。おー、食べてみよう。はい。うわー、かわいい。上にキャラメルソースみたいなのがねかかってますね。重いから中にも何か入ってそう。いただきます。うまい。うまい。うまっ。中のカスタードか。中のカスタードとあとこの上のなんかキャラメルソース。うまっ。俺シュークリームも大好きやから。シュークリームとかエクレアとかめっちゃ好き。本当だよね。エクレア大好きだよね。シュークリームとかエクレアめっちゃうまい。中にこう詰まってんのが好きなんだ。美味しいね。これ多分ね、なんか一人で食べるのが夢ですっていう中粒納豆大好きさん、だからこれ一人用です。多分もっとね、これのもっとでかいバージョンもあるみたい。お誕生日用みたいなね、大きなやつね。美味しい。これのシュークリーム1個も絶対うまいよな。絶対美味しいよ。しかも出来たてなんでしょ。いやぶっちゃけね、あと10分待てば買えたんだけど、買えばよかったのに。熱くて美味しい。チョコレートとも合うわ、この飾りの。これどこだっけ、人形町。日本橋って言ったらいいのかな。確かにあの辺ってさ、美味しいパティスリーいっぱいあるよね。そうね、洋食とか、まあ日本食もいっぱいあるしね。すごい甘いわね、ちゃんと甘い。ちゃんと甘い。今までは結構さっぱり軽いコーヒーって感じでさ、あれだけどこれはもうしっかりカスタードの甘さと、あと上のキャラメルソースの甘さとって、満足感がすごいね。こんなちっちゃいのにすごい、こんなに一気にいろんなさケーキ食べることないから。と俺ね、これねやりながらね、これはビジネスになるぞと思った。どういうこと？だからホールケーキってあるやん、でもさ、そのホールをさ、東京からさ、もうめっちゃ美味しいのセレクトしてさ、1ピースずつさ、名店のやつを組み合わせてお届けするんだ。お届けしたら、午前中買って午後お届けみたいなね。そうだってこんだけ買うのめっちゃ大変だもん。そう、本当そうだよね。それがね、名店セット、そう、ケーキのセレクトショップみたいな。確かに大変。いつもこうやってでも嬉しいよね、これ。そう、なかなかないよ、こんないっぱい同時に食べれるのは。本当。次行きたいと思います。エントリーナンバー5番、パレスホテルマロンシャンティー。パレスホテルってパレスホテル。小よとりネームなつみさんから、私のお気に入りのケーキはパレスホテルのマロンシャンティーです。クリームのドームの中に裏ごしされた栗が入っているケーキで、美味しいかつ見た目が美しい、特別な日に食べると決めてるケーキです。小よとりネーム猫かぶりの虎さん。栗と生クリームのシンプルな構成ながら、複数の食感と風味が重なり合う上品なお味だそうです。小よとりネーム銀河豆さんから、マロンシャンティーはメレンゲの土台がない繊細な栗を感じるモンブランです。最高に美味しいです。これモンブランなんだ。へえ。栗感じられるってよ。うわマジすごい美味しそう。これ中全部栗ね、そういうことじゃない？何これ、すごい。いただきます。確かに美しいね、まず見た目がね。うわこれすごいね。まず見た目でモンブランって分かんないやん。この粒立っているのが栗を細かくしてるんだよね、これね。そうね、ペーストじゃないね。そう、っていうのかな、みじん切りみたいな感じ、ちょっとだけ食感がちゃんと残ってる。そう確かにこれさ、ペーストだったら上もクリームだからさ、なんかこう舌触りが単調になりがち、だけどこの刻まれてることによって口の中でこの粒がコロコロと動く感じが美味しい。何これ、めっちゃ美味しいね。クリームはあんまり甘さはなく、結構さっぱり系、栗が甘い。本当だね。本当に栗自体の甘さを感じられるよね、変に甘さをつけられてないっていうかさ、これ結構シンプルじゃん。一番下薄いスポンジに栗にクリームだけなのに、この完成度がすごい、全部の量がちょうどいい、うまい。美味しいね。さすがパレスホテルなんだけど、ホテルのケーキってすごいよね。まあでもこれ有名なのかな。有名ですがって書いてあった。でもみんなこんなにコメント来てるってことはもう有名なんだろうね、相当。裏ごしの栗だって。これ美味しい。止まらないんだけど美味しくて。
見た目も華やかでガーリーな感じですね。うん、さっきのこの栗おろのイケオジ感と相対する確かにね、うん、可愛いプロジェクトじゃなくてなんだっけ、キューティーストリートみたいな、キューティーストリートみたいな可愛いキューティーストリートが白いワンピース着たみたいな感じ、こんな感じですねほんとすごいわ、この中の栗がすごい、やばい、もう口の中が甘々って。じゃあ次行きますか。はい。エントリーナンバー6番、ハーブスのミルフィーユケーキです。これはもうすっごいコメントの数今回ね一番コメント多かったハーブスすごい、多分ね、名古屋市民がね、あ、本当だ、愛知県栄が本店、小さい時から食べてます。ハーブスのミルクレープが一番好きです。コヨトリネームどんがめさん、コヨトリネームユンチョメさんからは、ケーキ一つの大きさが大きくクリームがたっぷりで大人向けに洋酒もふんだんに使われた贅沢なケーキです。ネルコは育ちさんから、すでに召し上がったことはあるかもしれませんが、甘いものがミクさんほど得意ではない私が唯一最後までワクワクしながら完食できるケーキです。甘すぎないクリームにたくさんのフルーツが美味しすぎて旦那さんと目を合わせて感動するほどでしたって、声取りネームまんまる子さんもそうおっしゃってます。もう他にもいっぱい。ハーブスっていつもさ、カフェ行列できてるよね。大行列。これ入ったことないそうだよね、並んでくれないもんねはい、並ぶのよ。多いなーっていつも眺めてる私はあなたがいない時に、親とか友達と並んでハーブスに入って、食べたことある？はい、でもミルクレープは食べたことない。ね、ハーブスってなんかパスタとか食べた後にケーキセットでケーキつけれて、でそれで選べるやつにはないかもな、なんかいろんなケーキがあって他のも食べたことあるんだけど、ミルクレープはまだ食べたことないです。食べる前に2時間ぐらい冷蔵庫入れてくださいって言われてたんですけどちょっと今日の暑さで多分ちょっとビジュは落ちてますが多分まあ大丈夫でしょう、はい、でもすごいね、一層一層にでいちごバナナキウイっていう感じで、こんなにこう間にフルーツが入ってるミルクレープってなかなかないんじゃないかな、あとやっぱお酒の匂いかな。あ、確かに洋酒って書いてあったよね、洋酒ふんだんに使われて、あとすごい、確かにこれはフルーツもあるからさっぱりパクパク食べれそうなケーキ。いただきます。おー、美味しそう。結構お酒、本当だね。美味しい。美味しい。すごいフルーツの量。もはやなんかもうフルーツ食べたように近いぐらい、ね、フルーツゴロゴロ。コウテリネームまるさん、やっぱりハーブスのミルクレープ大好きです、さっぱりしたクリームにいろいろなフルーツがたくさん入っていてボリュームがあり満足感半端ないです。確かに、季節のケーキ含め魅力的なケーキがたくさんありますが結局ミルクレープを選んでしまいます、確かに私も今度からミルクレープにしようなんかこうお得感すごいもん、コウテリネームタンパク質ですさん、最初は食べきれるかと思うほど大きいですがいろんなフルーツがたくさん入っていてくどくないのでペロリと食べられます。メロンも入ってるじゃんね。コウヨトリネームエンナさん、クレープの甘い生地とフルーツの組み合わせは最高です。名古屋で生まれ育ったのですがハーブスが名古屋のケーキ屋さんだと知って少し誇らしい気持ちです美味しい。美味しい。確かにそれは行列できるわ。やっぱ行列できるところには訳があるんで、やっぱり今度から並んでみよう、旦那さんがいる友達みんなやっぱ旦那さんどの旦那さんも並ぶの嫌だって言って、こういうの並んでくれないから、なんかみんなでこういうの美味しいものは女だけでいつも、こそこそ味わってるけど、でも確かにテイクアウトして家で2人でさ、コーヒーとかと一緒に食べたらいいよね、じゃあ次行ってもいいですか。エントリーナンバー7番、巣鴨フレンチパウンドハウスショートケーキです。コウヨトリネームちかこさんから、日本一のショートケーキとも言われていて見た目はシンプルなのに一口食べるとその美味しさに驚きます。ショートケーキは2種類あって、香り付け程度にいちごのお酒が使われているルージュとお酒の入っていないブランがあります。個人的にはほんのり大人っぽい風味が楽しめるルージュがおすすめです。他にもゆりっぺさんから、100名店に選ばれたこともある巣鴨のフレンチパウンドハウスのいちごのショートケーキブランが大好きです。クリームがとても美味しく口当たりが滑らかで何個でも食べたくなってしまうお気に入りのショートケーキです。スポンジに軽くいちごの果汁が入っているのもいいアクセントで本当に裏切らない美味しさです。だからちょっとさ、スポンジ自体がちょっとだけピンクっぽいのかな。アルコールが入ってるルージュとブランの見分け方はこの周りのクリームの絞り出しの形によって違ってて、
だから2個買ってきたんだ。そう、こっちがお酒が入ってるルージュ、こっちが入ってないブラン。ルージュの方がほんのりピンクみだね。うん。じゃあ食べ比べできるんだ。いただきます。日本一のショートケーキだって知らなかったんだけど、ね、知らなかったよね。私ねショートケーキ大好きです。どっちから食べた方がいいかな。まずは聞いてない方から食べた方がいいかな。ノーマル的な感じで。うん。いただきます。うまっ。日本一。美味しい。そう。待って、スポンジにいちごの果汁が入ってるからか。うまっ。美味しい。これスポンジが3層入ってるんだけど、生地にもそのいちご入ってるから一体感がえぐい。そうなの。このレイヤーを感じれない。そうなの。それ言おうとしたの。ありがとう。そうなの。それにびっくりしたの、さっき。うまっ。美味しい。ここねカフェも隣併設されてて、でもみんな誕生日ケーキを注文しに来てた。いやちょっと私も次の誕生日ケーキここかなって思ったぐらい今。1年後。もちろんキハチも大好きで美味しいんだけど、なんだろう、また違った。やっぱこの一体感がすごい。お酒入りですね。違うのかな。違う。こっちの方が好きですね。全然違うね。こっちの方がなんかやっぱ香り高い。お酒使ってるから鼻から抜ける香りがあるね。だからちょっとやっぱお酒に感じるね。うまい。美味しい。やっぱショートケーキって美味しいよね。結局さ王様だよね。止まんないもんね。この上に乗ってるいちごの酸っぱさもいいね。私はねルージュとブランのが好きだな。ルージュやっぱちょっと大人の味じゃん。私やっぱこのザ王道の甘さというか。何の日本一なんだろう。多くのメディア口コミで日本一と称される絶品ショートケーキ。なるほどね。もう口コミで美味しいっていう。声を取りネーム御前様さん。習い事の場所が巣鴨だったためたまに母に連れて行ってもらって食べるショートケーキはとっても美味しかったのを今でも覚えています。ブランとルージュがあるのですが、なんせ子供だったためブランしか食べたことがなく、ぜひミクさんと先生食べ比べしてみていただきたいです。かわいい。ブランの記憶のまま大人になってしまったんだね。羨ましい。子供の時に食べるショートケーキがここのショートケーキなの。結構コメント多いね、このフレンチパウンドハウスの。ただこの日本一っていう称号は具体的にはどこが言ってるかはわからない。まあでも多分美味しすぎて日本一って歌われたんだろうね。なんかいつの間にか。いや本当に結構衝撃。もう一体感がすごく、でも本当に絶妙なバランスのショートケーキ。誕生日って感じのケーキだね。そうね。これをやっぱホールで食べたいなってなるよね。食べたい。では最後いきたいと思います。最後エントリーナンバー8番ホテルニューオータニパティスリーさつきスーパーメロンショートケーキです。紅葉取りネームはちみつくまさんから。私のおすすめはホテルニューオータニ内にあるパティスリーさつきのスーパーメロンショートケーキです。ワンピースのお値段がちょっとしたホールケーキが買えてしまうくらいのご褒美ケーキにはなりますが、一口食べればもう気分はメロンの女王いやメロン畑の中にいるかのような高貴な香りと果汁が口いっぱいに広がります。生地には和三盆が使用されていて口当たりも優しく、とにかく全体のバランスが計算し尽くされた一品です。声取りネーム記載なしさん。パティスリーさつきのスーパーメロンショートケーキはワンピース4320円嘘でしょ。このねグランプリを破壊しかねない1日限定20個だって。お値段もびっくりですが、私の乏しい語彙力では説明しきれないのでとにかく一度食べてみてくださいだってこれで4300円なの。これでも確かになんかただならぬ見た目をしてるなと思った。なんかありえないぐらいメロンが上に乗ってるって思って、これ一番最初の白タイのレアチーズケーキなんて320円良心的。消費税にも満たないこんないいの。贅沢。誕生日だから贅沢ケーキということで。このね、パティスリーさつきのケーキって他にもなんかナポレオンパイとか、あと普通のあまおうのショートケーキとか、もう同じくらいおすすめされてて、このメロンショートケーキはもう書いてある通り限定っていうこと書いてあって、多分オープンと同時に行かないとないですよみたいな口コミがあって、じゃあ諦めてたよ。だからナポレオンパイにしようかなって思ってたんだけど、行ったらあって、
じゃあこれ買うかと思ってなるほどね。ちょっといただこう。いやもうこのなんか王座の風格というかこの厚みとこの辺のさ、なんていうの、絞ったところのフォルムの美しさとかさ、なんかここら辺のこう乗せてる感じもものすごく芸術を感じる。この断面めっちゃ整列してるもん。そうなんでこれなんかちょっと茶っぽいんだろうと思ったら、こう和三盆なんだね。こんな高いワンピースのケーキ食べたことないけど、いただきます。どうですか？食べてみて。うまっ。なるほどね。エクストラスーパーメロンショートケーキ。うますぎる。もうメロンやん。メロン食べてるよね多分、このさクリームとかスポンジの甘さに一切引けを取らないこのメロンのクオリティがわかる。メロンのジューシーさと甘さね、こんなみずみずしかったらさ、スポンジとかにもこう染みちゃってさ、全体的にしめしめなのかなと思ったら、そんなことないの全然ね、ちゃんとスポンジがふわふわでさ、クリームの量もちょうどいいね、これ以上多かったらさ、メロンの本来の甘みが感じられなくなる。これはすごいわ。今日食べた中で一番甘いわ、このメロンが。確かにね。何これ、本当美味しいね。確かに。なんでこんなジューシーなのに一切熟々になってないんだろう。そうなの。普通なっててもおかしくないよね、これはちょっとキングだよ、キング。というので以上8エントリーです。すごい。ケーキ一つとっても全然こう一個一個違うしさ、当たり前だけど、どれも美味しくて本当すごいね。全部初めて食べた。じゃあ最後におさらいすると、エントリーナンバー1番が赤坂見附白鯛のレアチーズケーキ。美味しかったあれ。エントリーナンバー2練馬区クリオロのガイア。エントリーナンバー3自由が丘モンブランのモンブラン。エントリーナンバー4、人形町のシュークリーのロッシュ。エントリーナンバー5パレスホテルのマロンシャンティー。エントリーナンバー6ハーブスのミルフィーユケーキ。エントリーナンバー7フレンチパウンドハウス巣鴨のショートケーキ。エントリーナンバー8パティスリーさつきエクストラスーパーメロンショートケーキ。以上8ケーキによるグランプリを決定したいと思います。美味しかったよ全部。まずは今回のグランプリにエントリーいただいた多分200数十名の皆様、ありがとうございました。ありがとうございます。本当はもっと紹介したかったよね。そうですね。もう第2回開催しなきゃってぐらい、私の視聴者さんこんなにケーキが好きなの、そして、このゴールデンウィーク明けということで、実はエントリーいただいて最も得票を集めたお店と2番目に得票を集めたお店がお休みと一応伝えとこうか。はい、目白のエーグルドゥースのシャンティフレーズと吉祥寺アテスウェイのモンブラン、これはどっちもお休みだったんです。そう1位を1位か。まあもう今回あなたの誕生日ですからね。いやでもさ、やっぱりこうバトリアを前回の大つまみも結構譲ってきたじゃん。やっぱこう2人の相違のもとで決めたいから、じゃあ僕はもう決まってますね。いや嘘でしょ、ちょっと待って。びっくりするぐらい胃にダメージがわかる。もう甘くてやばい。はい、決まりました。じゃあせーのでいきますか。はい。最近同様ラジオ的都内ケーキワングランプリはプリオロのガイア。私はホテルニューオータリのスーパーメロンショートケーキか、フレンチパウンドハウスのショートケーキ。じゃあ1個にしてくださいよ。もうめっちゃ悩んでんの。値段かなと思って。フレンチパウンドハウスのショートケーキで。どっち？お酒ありなし？ブランデ。ブランですね。はい。クリオロだっけ、のガイア、いや美味しいよね。好きそうだもんね。まず全て美味しかったで、そうね、全部美味しかったね。俺がなんかパッと、やっぱ自分でなかなか自分にケーキ買う機会って、俺ほぼないから、っていう視点でいくと、なんかに差し入れをしたり、そういうシーンを俺は結構想定しちゃった。でその時にこのガイアを持ってったらちょっとやるやんっていう反応が一番もらえそうかなっていう。でこれは男性にも女性にも受けると思う。そうね。でなんかうわシティボーイなんかシティボーイ感あるよね。すごいガイア。すごいね。ケーキにねこんな俺色気を感じたのはね初めて。なんかちょっとドキッとした食べて。わかる。
っていうのがまあ僕の理由ですね。なるほどね、はい、いや私はこのフレンチパウンドハウスのショートケーキのこのやっぱ一体感がすごかった、生地にその果汁が練り込まされたりとか、この層のスポンジの薄さとか、大きさとかね、全体的な大きさといちごもこうちょいちょい挟めて食べれるから、こう酸味も感じられて、いやちょっとすごい美味しかったね。でもねマロンシャンティーもめっちゃ悩んで。わかる。マロンシャンティーもすごいいいのよこれが、びっくりした。食べた時のなんか衝撃。どうしようね。まあガイアあり、まあガイア確かにガイアを食べさせてもう一回ガイアの色気えぐいよマジで。まあガイアのこのなんていうか、いろんな層をまとめて食べた時の一体感はすごいよね。スーパーメロンショートケーキは、いやもうこれはもうメロンじゃんいや多分すごい、いやすごい計算はあるんだろうけど、こんな美味しいケーキ初めて食べたっていう感想よりも、こんな甘いメロン初めて食べたっていう感想が俺は勝っちゃったからなるほどね、ね。どうしよう、どうする。じゃあガイアかショートケーキか。いやだから、まあ、お誕生日だから譲ってもいいよっていう前回も譲ってもらっちゃったしね。今回じゃあガイアで。ガイアでいいですか。いや美味しい、ね、確かにこれを人に渡したらセンスあるねって思われそうだし、まずそうそう。でも逆に言うと、お子さんからご年配までみんな食べれるよね。いやそう、でもこの30代で一番やっぱ刺さるなんか、この35歳になって、改めてジローラモを見てあの人本当イケオジなんやなって昔はさちょっとなんかモデルさんだったけど、ちょっとさおちゃらけ枠だったじゃん。そうだね、ジローラモさんって、ね、お茶目な感じだったよね。そうなんか改めてさ雑誌コーナー行ってさ表紙にいるジローラモさん見たらイケメンすぎるっていうそれをガイアに感じる。ガイアに感じた。わかる。でもわかる。あの時は、面白いおっちゃんだなみたいな感じだったけど、フルやるほどイケメンやんと思ってそれをね、ガイアに感じるっていうか。そうだね、確かにこの週末とかでさ、うちらみたいな30代夫婦がちょっとじゃあガイア買いに行こうって言って、それでコーヒー飲んだら完璧な昼下がりを過ごせる、そんなケーキだね。確かに大人になってこそよりこの美味しさを感じられる、年取って万歳っていうのがあるね。じゃあいいですか。もちろんいいです。では、都内ケーキワングランプリ、最近同様ラジオ的グランプリは練馬クリオロのガイアです。いやー最高に楽しいグランプリだったね。こんなにクオリティが高くていろんなものがあるなんて本当知らなくて、冒険できるいい機会になったし、なんか選択肢が増えたし、人にあげるケーキとかっていうのの選択肢もものすごい増えて、最高のグランプリでした。本当にありがとうございます。ありがとうございました。まだまだ広い海が広がってそうですね。そうですね。来年の誕生日に思い返らないといけないですね。またやろうねグランプリね。もうすぐ夏が近づいてきたら今度はビールのおつまみ&グランプリとかやりましょう。皆さんからもぜひこういうグランプリが見たいですっていうのあったら、コメントいただけると嬉しいです。前回ね納豆グランプリしてほしいっていうのがあって、納豆もありと思って、そういうのがあればぜひコメント欄で教えてください。では今週のラジオは以上です。引き続き最近のラジオでは私たちへの質問、相談、トークテーマなど大募集中です。コメント欄にこよとりネームと居住地、年齢を書いてお手紙いただけると嬉しいです。35歳もどうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。